とあるプログラミングコンテストの7分の6を3分で解説するぜ。問題 A。整数が2つ入力される。整数をもう1つ追加して、適当に並べて等差数列を作る。付け足す整数は何通り考えられるか？入力される整数は1以上100以下。とりあえず、同じのが2つ来たら1通りだね。同じじゃなかったら、両端の2通りは確定で、真ん中が整数なら3通り、整数じゃなかったら2通り。あえて言うが、難しいな。まあ答えが1になるサンプルはあるけどね。全探索も十分ありだと思うが、今度は範囲に注意がいるな。この問題に限らず、コードへのリンクは説明欄に置いたぜ。問題 B。ピアノがある。ピアノ？左手の人差し指と右手の人差し指で演奏する。演奏指示が与えられる。鍵盤を指示された順に指示された手で押す。両手の合計移動距離を求めろ。これは本当に指示通りに手を動かすってことでいいかな。最初がちょっと厄介だけど、手をピアノの外に置いておいて、それぞれの手の最初の音符では距離の計算を飛ばすよ。問題 C。長さ n の整数列がある。これの連続部分列のうち、等差数列はいくつあるか？ n は最大20万、各要素は1以上10億以下。突然時間がきつくなったね。こんな感じの普通の20ループはダメだな。とりあえず、隣り合う2つの差にしか興味ないから、それを計算して、今後は元の数列は使わないよ。そしたら、同じ数が連続してるとこを選べば OK だから、同じ数が連続で出た回数を数えると、このコンボ数がそこで終わる等差数列の数になってる。ああ、長さ1のは抜けるけどね。ってことでコンボカウントの合計足す n が答えだよ。問題 D。N 匹のモンスターと順に戦う。各モンスターには基本経験値が定まっている。これらのモンスターをそれぞれ倒すか逃がすか選ぶ。逃がしたモンスターからは経験値を得られない。倒すと、基本経験値を得られる。が、偶数匹目に倒したモンスターからの経験値は2倍になる。最大で合計いくつの経験値を得られるか？モンスターは最大20万匹、基本経験値は最大10億。要するに、最初は1倍モードで、モンスターを倒すと2倍モードになって、逃がしたらモード変更なし、2倍モードで倒したら1倍モードに戻る。って感じで、それぞれの地点での最高得点を左から計算するよ。これが競技プログラミング名物の動的計画法だぜ。問題 E。N 個の島があり、M 本の橋で結ばれている。島1から N へ行きたい。が、途中で通りたい橋が9本ある。それらを通る順番や向きは問わない時の最短移動距離は？という問題が、通りたい橋を変えて繰り返される。島は最大400個、橋は最大20万本、問題は最大3000台。通りたい橋は最大5本。通りたい橋が5本しかないなら、順番と向きは全部試せるね。あとは、ここからここまでの最短移動距離が全部わかればよくて、島が400個しかないから、ワーシャルフロイド。単純な30ループなので、知らなかったなら習得してしまおう。問題 F。時間がないので無理やり詰め込むぜ。H×W のグリッドのうち N マスにコインがある。左上隅のマスから出発して、右と下にのみ動いて、コインを最大枚数回収しろ。その時の右下隅までの経路も出力すること。同じ行にあるやつをずらしておくと、これは最強増加部分列ってやつだね。これは有名問題で、二分探索を使う動的計画法で解けるぜ。ご視聴ありがとうございました。